古老の名は、称号じゃない、代称だ。みんな、こんにちは、レイムだよ。解説役の、マリサだぜ。このチャンネル、ハルゼロレビューでは、ウプ主ハルゼロが愛してやまない作品の魅力を、私たちの掛け合いで、熱く、深く、時には偏屈に語っていく場所だよ。単なる感想じゃない。なぜ面白いのか、どこに魂が震えたのか、その構造を徹底的に解剖していくぜ。今回のテーマは、これだ。古老の地、レベル2を解説するぜ。ねえマリサ、この映画って、大ヒットした古老の地の続編なんでしょ？ということは、原作を読めばオチがわかるのかしら？甘いなレイム。それこそが、この映画の最初の罠だ。本作は、原作小説にはない、完全オリジナルストーリーなんだぜ。じゃあ、前作のファンも、原作ファンも、誰も結末を知らないってこと？そういうことだ。それに、このレベル2というタイトルには、前作をしのぐアクションとエンタメ性を追求した、制作陣の熱い覚悟が込められているんだ。監督の白石和也は、観客を、先の読めない地獄のど真ん中に突き落とす。今日は、その地獄巡りの案内をしてやるぜ。前作から3年後が舞台なのよね？そうだ。伝説の刑事、大神が死んで3年後の広島、呉原だ。大神の意志を継いだ日岡は、警察の力で、裏社会を完全にコントロールしていたんだ。なんだか、危ういバランスって感じね。その均衡は、ある男の出所で崩壊する。日岡がかつて潰した組の若頭。悪魔、上林重弘だ。会長の復讐を誓うこの男が、町の秩序を再び血で染めていく。ひえー。日岡は、どうやってこの悪魔を止めるのよ。日岡は、彼を慕う若いチンピラ、チンタをスパイとして上林の組に潜入させる。だが、作戦は見抜かれ、悲劇が起きる。そんな、悲しすぎるわ。さらに、チンタの姉で、日岡と心を寄せ合う存在の、真央からは責められ、組織の上層からも見放される。極めつけに、頼りにしていた相棒、瀬島が、実は日岡を監視するスパイだったことが判明するんだ。もう誰も信じられないじゃない。完全に孤立無縁ね。そうだ。すべてを失い、たった一人になった、古老、日岡が、最後の反撃に打って出る。物語はそこから、予測不能な結末へ、突き進んでいくんだぜ。ねえマリサ、今回って、最後は、四つどもえになるけど、どうしてあんな展開になったの？いい質問だな。ちゃんと筋道がある。順番に追ってみようぜ。まずは前作の話。伝説の刑事、大神が殉職した裏で、実は、日岡が、イラコ会の会長暗殺を仕組んでいたんだ。警察官なのに、裏で、ヤクザを操ったってこと？そう。これがすでに、古老の始まりだったんだな。そこに服役していた、上林が出所してくる。彼は会長殺しの黒幕は日岡って情報を掴んで、復讐に動き出すんだ。暴力の亡霊が、舞台に戻ってきたのね。だが、ただの暴力じゃない。彼の暴力性は、異常だ。ハルゼロの解釈によれば、その根源は、壮絶な過去にある。子供の頃、父親から酒代を稼ぐために窃盗を強要され、殺されかけるほどの暴力を受けていた。ひどい。お母さんは、見て見ぬふりを、決め込んでいた。上林の暴力は、単なる残虐趣味じゃない。幼少期の虐待と、周りの見て見ぬふりが刻んだ、無関心への、憎悪だ。傍観する視線そのものへの怨嗟。だから彼の報復は、敵対者だけでなく、傍観する者へも向かう。その原体験が、彼の暴力を抑止ではなく見せしめへと変える。だから、あのピアノの先生の時も、なんでそないな目で見よるんじゃって、彼の暴力は、全部そこから来ていたのね。そうだ。監督自身、上林をゴジラみたいなもの、と表現していて、彼の暴力は抑止ではなく、見せしめなんだ。ただ、監督は女性や力の弱い人が、ただ虐げられる。描写は避けた、とも語っており、その暴力には明確な意図があるんだぜ。深いわね。同時に、公安と監察官の佐賀大輔が、日岡を監視し始める。スパイまで送り込んでな。この警察内部の暗闘を、中村梅釈や、吉田幸太郎といった名優たちが、凄みのある演技で支えているんだ。つまり、表でも裏でも、日岡は孤立していったわけね。そこへ、上林は小谷組を徹底的に叩き、抗争が一気に激化する。そして最悪なのがここ。県警本部が、日岡と上林の共倒れを狙って、抗争を黙認するんだ。味方のはずの警察まで敵になるなんて、ひどすぎる。これにブチ切れた日岡は、新聞記者に内部情報をリークする。ここで完全に、日岡対、警察、公安の構図が出来上がったわけだ。もう完全に、修羅の道を歩いてる。
そして最後に四つどもえだ。日岡は、古老の意志を継ぎ、暴力で正義を貫く。公安と監察官は、日岡を追い詰める。上林組は復讐と暴力で、町を支配しようとする。そして小谷組は抗争の渦中で、日岡とも対立する。すべての因果がぶつかり合って、上林組は、殴り込みに突入するんだ。なるほど、流れで見たら、あの怒涛の展開も、ちゃんと繋がってるのね。ああ。導火線は前作から仕込まれてて、最後に一気に爆発する。だから、四つどもえが自然に成立したんだぜ。そして物語は、すべての因果がぶつかる最後の殴り込みへ向かうのね。そうだ。上林組が突入し、大乱闘が始まる。そこへ、警察の制止を振り切って現場へ駆けつけた。日岡が、奪ったパトカーで現れるんだ。うわぁ、まさに地獄絵図ね。日岡と上林は、目配せ一つで二人で決着をつけると理解し合う。互いの車に乗り込み、夜の街へ消える。そこから壮絶なカーチェイス。銃声、衝突、火花。映画みたいな展開。上林はひるまない。日岡が乗っているパトカーに突っ込んで、横転、大破、日岡が大破した車を確認。だが姿がない。背後から襲いかかる上林。日岡は致命傷寸前まで追い込まれ、上林は右手を失っても、なお執念でかける。二人は、もはや刑事とヤクザではない。牙を剥く二匹の狼だ。怖いのに、美しくて、悔しい。ハルゼロは言った。もし別の道を歩めていたら、この二人は最高のコンビになれたかもしれない。と。最後、私たちが見届けるのは、刑事の勝利じゃないのね。ああ。法が届かない現実と、そこに救う悪。その前で、日岡は自分の手で歯車を回すことを選ぶ。大神から受け継いだ古老の名は、称号じゃない。代償だ。法の不全が生む苛立ち、意志の継承がかすぎむ、そして代理復讐のカタルシス。いろんなものが重なって、あの暴力が、なんだか儀式みたいに見えちゃう。観客は知っている。正しくはない。それでも、誰かが引き受けなければ回らない現実がある。この作品は、現代の仁義なき戦い、とも評されるほどの熱量で、その矛盾を叩きつけてくるんだ。必殺、仕事人にも通じる、闇の正義ね。日岡はヒーローじゃない。必要悪を引き受ける、受け手だ。そして上林は、その必要悪を生み出した、社会の歪みそのものだったのかもしれない。その一歩が、線を越えるとき、正義と暴力の境界は解け、忘れられない後味だけが残る。これが、古老の地、の、ピカレスク、ロマンであり、私たちが、許してしまう理由だ。いやー、本当に凄まじい映画だったわね。ああ。そして、その熱狂は、俺たちだけじゃない。この映画は、その年の、第45回、日本アカデミー賞で、最多、13部門の優秀賞を受賞したんだ。最多受賞。やっぱり、プロが見てもすごかったのね。その通りだ。特に、あの上林を演じた、鈴木亮平は、見事、最優秀助演男優賞に輝いている。あの悪魔のような開演は、まさに日本映画の記憶に刻まれたと言っていい。納得だわ、鳥肌が立ったもの。だろ？さて、今回はここまでだ。次回も、ゆっくりしていってねー。